あなたがパートナーに殺意を覚えるとしたら、それはどんな時だと思いますか？ 2016 年10月18日、中国上海航空区。なんでホテルの予約ぐらいちゃんとしてくれないのよ。早朝、自宅の寝室で声を張り上げていたその女性はヨウ・レイペイ。ベッドの上で眠そうに目をこすっていた夫のシュ・ギョウトウはうんざりした様子で話を聞いていました。レイペイが怒っているのは3日前の旅行で手違いがあり、楽しみにしていたホテルに泊まれなかったため、以来夫婦は何日も喧嘩を繰り返していたんです。そして何度も済んだことでうるせえな。妻にまくし立てられ、頭に血が上ったギョウトウは勢い任せて彼女を絞め殺してしまうんです。一見してその殺人は喧嘩の弾みで行われた突発的犯行。しかしそれにしては夫ギョウトウのこの後の行動は不可解なものでした。彼は自宅にあった大型冷凍庫に妻の遺体を隠し、その直後に別の女性にデートの誘いのメッセージを送っていたんです。冷凍庫に妻の遺体を隠し、意気揚々と他の女性とのデートを楽しむ男。喧嘩の末に妻を殺してしまったその男の本性とは。彼はその短い結婚生活の中で妻から全てを吸い尽くしてしまったんです。おそすけちゃんです。やみやみかです。この間やみこさんが勧めてたアドレセンス見ましたよ。あ、見た？何話まで見たの？あなた。全部見て4話。あ、そうなん。あ、4話なんだ。あれ、私ちょっと2話の途中までしか見てない。中学生ぐらいの男の子が女の子をね、うん。殺したってことで容疑をかけられる、ドラマなんですけど、1話に対してカットが1カットしかないんです。そうよね。ずっと続いてて、内容っていうよりは、うん。これどうやって撮ってんだろう的な楽しさ。あるわよね。今日でね、ネットフリックス10位ぐらいだったんで、うんじわじわ人気があるのかなって感じなんで、メトラの皆さんも事件とか推理しつつも、クリエイターとかクリエイティブ噛んでる人とかは、さらに楽しめる作品なんじゃないかと思います。全くこれ1ミリも PR とかじゃなくて、ただのマジの口コミなんですけど、ネットフリックスさんからいつか欲しいわね、そういう PR みたいな。待ってます。今回は中国上海で起きた夫婦間の殺人事件をご紹介します。この事件の犯人はクズ男のあらゆるものをね、もうかき集めてもう固めたような男なんですよね。妻を殺した理由っていうのもクズ極まりないものだったんです。クズってそんなクズかき集めたってどんなクズなのよ一体。これね、憎まれっ子世にはばかると言いますけれども、このクズ男っていうのはクズなのにいい思いをしているっていうところにも腹が立ってくるんです。この事件発覚のきっかけとなったのは、被害女性の父親の還暦祝いだったんです。還暦祝いに行くと約束していた娘が待てど暮らせど現れない。その理由とは。来るはずがない娘。2017年2月1日、中国上海。おい、レイペイはまだ来ないのか。初老の男性、楊関連は、怪げな表情で妻に問いかけました。彼の言うレイペイとは、夫婦の娘、楊レイペイのこと。この日は親族を自宅に集め、父関連の還暦祝いが開かれていたのですが、娘のレイペイとその夫、シュ・ギョウトウがいつまで経っても姿を見せなかったんです。確かに来ると連絡があったはずなんだが、スマホのメッセージを振り返ると、娘のレイペイは数日前にこう送ってきていました。還暦おめでとう。久しぶりに会えるの楽しみにしてる。実のところ、両親はレイペイと半年ほど直接顔を合わせておらず、久しぶりに彼女と会えるこの日を心待ちにしていました。しかし娘夫婦は一向に到着せず、電話をかけても出る気配がありません。両親は娘に何かあったのではないかと、お祝いどころではなくなってしまっていたんです。約束してた時間に来ない上に連絡もつかないわけでしょ。確かにそれは心配よね。それもそうなんですけど、この還暦祝いっていう行事に娘が参加しないっていうことは、中国の文化的には結構ありえないことらしいです。そうなの？というわけで本日のメトラキーワード、中国の還暦祝いについて。満60歳を意味する還暦にお祝いをする習慣は古代中国で始まったもので、遣隋使、遣唐使の時代に日本に伝わったとされています。その由来は、ね、牛、虎で始まる十二支と、木の絵、木のと日の絵で始まる10巻の組み合わせが60年で一巡することにあるんです。本場中国の還暦祝いでは、親族が集まるのが一般的で、地方によっては数十人規模の行事になることも。本場という赤い紙にお金を包んで送ったり、長寿を象徴する麺料理、商民が振る舞われたり、中国特有の伝統的な催しで盛大にお祝いが開かれるんです。中国において還暦祝いはそれほど重要視されており、今回のように実の娘が参加しないなどということはまず考えられません。結局還暦祝いも終盤に差し掛かる夕方6時になっても、娘のレイペイは姿を現しませんでした。娘夫婦に何度連絡をしても反応がないため、父関連は娘婿の家族に連絡を取ることに。すると
と娘婿である行頭の母親は電話がつながるや否や確かにこう言ったんです。今すぐ警察に来てください。息子たちが事件に巻き込まれたんです。行頭の母親のその言葉に関連は頭が真っ白になりました。そこから両親は血相を変えて警察署へ。そして警察署へ到着したら彼らは娘のレイペイが3ヶ月前にすでに亡くなっていると伝えられたんです。3ヶ月前に亡くなってたって、じゃあ娘から来てたメッセージは何だったの？これ夫がね、なりすまして送っていたとしか考えられないですよね。うんこの犯行のきっかけは3ヶ月前に起きた激しい夫婦喧嘩でした。その喧嘩の原因は結婚生活における夫の横暴な振る舞いにあったんです。不釣り合いな関係。事件が発覚する約3ヶ月前の2016年10月18日、レイペイと夫の行頭は自宅で激しく口論していました。原因はこの3日前に行った広州への旅行。レイペイが楽しみにしていたホテルの予約を夫の行頭がミスしてしまい、別のホテルに宿泊することに。以降、レイペイはずっと機嫌が悪かったんです。なんで予約できてるかちゃんと確認しないのよ。もう3日も前のことを蒸し返してわめき立てるレイペイに、夫の行頭はほとほとうんざりしていました。小さいことでいつまでもネチネチ言いやがって。やっぱこいつ邪魔だわ。この一件だけを見れば、行頭が言うように妻のレイペイもさすがに怒りすぎのような気もします。しかし妻のレイペイがそれほどに怒っているのはホテルの予約ミスだけではなく、過去の夫の振る舞いも含めて不満が積もり積もった結果、2人の関係性を振り返ってみると、妻のレイペイが何も言わずに我慢してこられたことが不思議になるくらいなんです。レイペイと行頭が初めて出会ったのは2012年1月17日のこと。お姉さん、可愛いですね。よかったら連絡先交換しませんか？デパートでの買い物中、行頭はそう言ってレイペイに声をかけました。要するに2人の出会いはナンパ。そしてレイペイは彼に声をかけられたことに舞い上がります。ねえ聞いて、すっごいかっこいい男の人に声かけられたの。行頭と連絡先を交換した後すぐ、レイペイは友人にそんなメッセージを送りました。それもそのはず、行頭は過去にテレビのオーディション番組に出演したこともあり、ファンから王子とあだ名をつけられるほどのイケメン。ファッションも洗練されており、街を歩いていても自然と目立つような人物だったんです。加えてレイペイが行頭に夢中になった理由は、彼女の男性に対する免疫が低かったことにもあります。一人娘のレイペイは両親から非常に大切に育てられてきたいわゆる箱入り娘。温厚な性格でトラブルを起こすこともなく、学生時代は常に成績上位の優等生でしたが、一方で異性と話す機会はほとんどなかったんです。大学卒業後は小学校の国語教師として働いていたレイペイ。真面目一筋で生きてきた彼女にとって遊び人の行頭は非常に刺激的な人物に思えたんです。こうして出会ってすぐに恋に落ちた2人。そこから1年ほど別れていた時期もあるのですが、4年の交際の後、レイペイと行頭は結婚するんです。夫の行頭を運命の相手のように感じていたレイペイですが、2人の結婚生活は一筋縄ではいきませんでした。一緒に暮らし始めると、今まで見えなかった行頭の本性が一気に浮き彫りになったんです。まず彼はほとんど家にお金を入れませんでした。先ほども説明したように、行頭は街を歩いていても自然と目立つようなイケメン。派手好きな彼はそれほど給料が高くないにもかかわらず、遊びやファッションに湯水のようにお金を使っていたんです。そのため夫婦の生活費については全て妻のレイペイが負担していました。要するに行頭は典型的な紐男。ただレイペイはそれでも良かったんです。はい、これプレゼント。前から欲しいって言ってたよね。そうやってレイペイは生活費を負担するだけではなく、行頭に惜しまず高価なプレゼントを贈りました。その傍ら、自分は安物の化粧品を使っていたレイペイ。彼女はただイケメンの行頭が結婚して自分のものになっただけでも幸せだと感じていたんです。これいくらイケメンでもね、言っちゃ悪いけど見た目以外いいとこ何にもなくない？ほんとそうなんですよ。さらに両党の問題点っていうのは金銭面だけじゃないんです。実はそのもう一つの問題点からギリギリ保たれていた妻との関係性は崩れていくんです。典型的な紐男だったことの他にも、行頭はもう一つ妻のレイペイを困惑させる側面を持っていました。おい、男からメッセージ来てるぞ。こいつ誰だよ。レイペイのスマホの通知に男性の名前が表示されたのを見ると、激しい剣幕で彼女を怒鳴り始めた行頭。彼は束縛が激しく、友人でも会社の同僚であってもレイペイが異性とやり取りすることを一切許さなかったんです。ひどい時にはレイペイが他の男性と繋がることを嫌い、彼女の SNS アカウントを削除させてしまったことも。さらにレイペイが女友達と出かけると話をしていても必ずついていき、彼女の言っていることが本当かどうか確かめるほどでした。そうやってレイペイに対し異性との交流を頑なに禁じていた行頭。一方で彼自身は浮気をしていたんです。
ねえ、この一緒に写ってる女誰なのよ。ある日、夫行頭のスマホの中に別の女性との写真を発見したレイペイは、これまで見せたことがないような勢いで激怒しました。そう、夫が紐になろうが束縛しようが、レイペイが一切文句を言わなかったのは、彼が自分のものでありさえすればそれで幸せだと思っていたから。そんな彼女にとって浮気だけは絶対のタブーだったんです。行頭は必死に謝り、どうにか妻との仲を取り持とうとしました。しかし行頭の浮気癖は簡単には治らず、彼はその後も浮気と謝罪を繰り返したんです。こうして結婚からわずか2ヶ月後の2016年8月、妻のレイペイはついに離婚の話を切り出します。10月の旅行には2人の関係修復の意味も含まれていたのですが、夫の行頭がホテルの予約ミスをしてしまい、大喧嘩が勃発。ちっさいことでいつまでもネチネチ言いやがって、やっぱこいつ邪魔だわ。一番の生きがいとも呼べる女遊びが許されない日々の中、次第に妻のレイペイが疎ましくなっていた行頭。彼はこの時喧嘩の弾みでついレイペイの首元へ手を伸ばしてしまうんです。だからレイペイは単にホテルの予約ミスに怒ってたわけじゃなく、それまでの夫の浮気の積み重ねに対しても爆発しちゃってたわけね。それにちょっと怒鳴りつけたからって殺すって何なのこの男は。ヤミコさんが言ったように突発的な衝動の末に殺人を犯したように見えるんですけど、実は妻を殺すタイミングを計画的に見計らっていたんです。手放したくないもの。妻のレイペイが離婚の話を持ち出してしばらく経った2016年9月、行頭は彼女に次のように切り出しました。実は昇進の話があってさ、勤務地が香港になるから引っ越さなきゃならないんだけど、その分給料は倍以上になる。悪くない話だと思うんだけどどうかな。行頭のその言葉は教師をしていた妻のレイペイに暗に退職を促すものでした。同時にそれはこれからは行頭が家計を支えていくつもりであること、複数人の浮気相手から距離を取り仕事に邁進するつもりであることを示していました。この話を聞いて夫が心を入れ替えたことを悟ったレイペイは喜んで上海の学校を退職、香港への転居に向け準備を進めていたんです。しかし実のところ夫の行頭はこの頃、昇進はおろかすでに仕事を辞めてしまっていました。行頭が妻に退職を促したのは、彼女が突然姿を消しても周囲から不審に思われないようにするための作戦。レイペイが離婚を切り出した時点で、行頭の中で彼女を殺害することはすでに決まっていたんです。またこの頃、行頭は人体の解剖に関する書籍を7冊も購入。妻を殺害するための具体的方法を画策していました。さらに彼は202リットルの大型冷凍庫を買ってバルコニーに設置。ペットにヘビを飼いたくて冷凍のネズミを入れるのに必要なんだ。妻のレイペイにはそう言い訳をしていた行頭。しかし2016年10月18日の早朝、行頭は寝室で動かなくなった妻をもう何時間もまじまじと見つめていた。旅行中のトラブルをめぐっての喧嘩の最中、行頭は数分間妻の首を絞め彼女を殺してしまったのだ。呼吸は完全に止まり、失禁しているのか下半身からはアンモニア臭が。そんな妻の様子に行頭はぽつりとつぶやいた。本当に死んだみたいだな。そう言うと行頭は立ち上がり、クローゼットから赤い花柄のシーツを取り出した。妻の遺体をシーツで丁寧に包んだ行頭は彼女を持ち上げバルコニーまで運び出す。そこに置かれているのは1ヶ月前に購入したばかりの大型冷凍庫。行頭はその冷凍庫の一番下にレイペイの遺体を入れると、もともと入っていた食材を彼女の上に重ねていた。よし、これなら絶対にわからない。大量の食材に覆われたレイペイの遺体を前に満足げにそう口にした行頭。ここから3ヶ月間、妻のレイペイは誰にも気づかれず冷凍庫の底で凍ったままになっていた。離婚切り出されたのがそんなに嫌だったわけ？そんなに浮気したいならさ、独身になった方がいいじゃない。ただね、その浮気をするのにもご飯行ったりとかさ、いろんなとこ行ったらお金がかかるわけじゃないですか。この行頭っていうのはお金相手に頼ってたんで、絶対に離婚したくなかったっていう、ほんとクズみたいな男なんで。クズみたいじゃなくてクズよ。犯行後、行頭はバルコニーに監視カメラを設置。万が一冷凍庫が開けられるようなことがあれば即座にスマホに通知が届くようにしました。こうして遺体の隠蔽工作を完璧にこなした行頭は以降レイペイの預金で豪遊。毎晩のように飲み屋をはしごしたり女性を連れて旅行に出かけたりする中で、銀行口座から日本円換算で90万円、クレジットカードで200万円を使い込みます。そう、行頭が妻を殺害し遺体を隠蔽した何よりの理由は、自堕落な紐生活と女遊びを続
続けるため、離婚などされてしまえば生活費を全て負担してくれていた妻によって成り立っていたその暮らしができなくなってしまうんです。そうするくらいなら彼女を殺して奪えばいいと行頭は考えたんです。さらに妻のレイペイが急に消息を絶ったことを怪しまれないよう、行頭は彼女になりすまして SNS を更新。友人や家族にも妻のスマホからこまめにメッセージを送りました。電話がしたいと言われることがあればスマホが故障していてできないと言い訳。こうしてレイペイの周囲の人たちの多くが彼女は生きていると思い込んだまま3ヶ月が過ぎたんです。しかし遺体を隠し通せると思っていた行頭のその考えは結果として甘すぎたと言わざるを得ませんでした。2017年、レイペイの父親の還暦祝いという夫婦揃っての出席を避けられないイベントに招待された行頭。彼はここでこれ以上犯行をごまかしきれないことを悟るんです。行頭は自ら命を絶つことも考えましたが、結局は自首することに。母親に事情を説明し、2人で警察署へ向かったんです。レイペイの父が娘の様子を伺うために電話をかけてきたのはその直後のことでした。事件から2年後の2018年8月23日、第1級殺人で有罪となった行頭に下された判決は死刑。身勝手極まりない理由かつ計画的だった彼の犯行に情状酌量の余地は何一つありませんでした。こうして迎えた2020年6月4日、行頭は死刑執行となるんです。たとえ夫が紐であっても自分だけを見てくれるならそれでいいと考え、彼を甘やかし続けたレイペイ。その生活は結果として夫行頭をさらに堕落させ、最後に間違いを犯させてしまいました。レイペイが生活費の全てを負担していた時点で2人の関係性はすでに間違っていたのかもしれません。もし愛するパートナーが行頭のようなどうしようもない男だと気づいてしまったら、あなたはどうしますか？